皆さんこんにちは。ユーザーアドベンチャーズのゆうです。で、今日は皆さんにルームツアーをしようかなって思うんですけど、その前に僕もうすぐ鎌倉から引っ越してしまうので、僕の鎌倉のお気に入りの場所、いつも毎朝行く場所とかをね、皆さんにお見せしたいなと思っていますで、ちょっとね、風が強いのでマイクの音ね、ちゃんと拾えない可能性もあるんですけど、今年に入ってから風がすごい強くて、海がね近いところに住んでいるので、それで風が強いのかなビルみたいにね、風を遮ってくれるところがないので、すごく風が強いです。で、そのおかげで寒いです。僕も引っ越しちゃうので、言ってしまうと僕稲村ヶ崎っていうところに住んでるんですよ。本当に駅の近くに住んでいて、なので観光客の方とかね、よく僕のことに気づく人が多いんですけど、今日本当に風が強いですね。風強すぎて声拾えてるかな、ちょっと不安ですね。これから海の方行こうと思ってたんですけど、海の方行ったら間違いなくマイクの音やばいことになると思いますね。実際このマイクには、風防ねついてるんですけど、あんま意味ないでしょうね、ここまで風強いと。めちゃめちゃ風強い風強いですね。海がすごい風だ。お危ない危ない。風が強すぎる。これは無理だな。絶対動画撮れない。こういう感じで最近風が強いんです。やばいなこれ。あまりに風が強すぎるので、鎌倉の僕がいつも行くところの案内は難しいですなのでちょっとね、道を歩こうかな。鎌倉って結構踏切がたくさんあるんですよ。東京は僕が子供の頃はね、結構踏切ってあったんですけど、でももう踏切ってあんまないんですよ。でも鎌倉は江ノ電が走ってるので、踏切があってとても雰囲気があっていいなといつも思ってます。東京からわざわざ江ノ電の写真や動画を撮りに来る人もいるぐらいなので、江ノ電って本当に人気だし、踏切って結構みんな好きなんじゃないかなと思います。ここが江ノ電の踏切ですね。で、今人がね結構並んでいるお店があるんですけど、あそこは干物屋さんでお魚を食べることができます。朝の9時ぐらいから結構並んでるんじゃないかな。江ノ電人気なのですごい電車に人がめちゃくちゃ乗ってます。緑色のデザインが可愛いですよね。僕緑色大好きなので緑最高ですよね。いやー、風強すぎてどこも案内できませんでしたね。無理です。帰ってきました。ただいま。
じゃあ早速ルームツアーでもしますか。いやでもね、今家かなり散らかってるので汚なって思われてもね仕方ないかなと思うんですけど、まずこちらがね入り口ですね。今目の前に車止まってるんですけど、あの車はうちの車ではありません。でこの照明はね、僕がいつだこれ3年前ぐらいにね買ったんですよ。結構高くて、でも家でね YouTube の動画撮るときに照明が欲しかったんで、それで買ったんですけど、これがライトが確か11万とか12万ぐらいで、これが確かね3万円ぐらいかな。だからライトを買うのに15万とか、これも結構高かったのでかなりしましたね。高級なライトです。なので今もまだ使ってます。でこれもねめちゃくちゃ気に入ってて、すごい明るくなるんですよ。こうやってつけるとパッてね。で柔らかい光なのですごい使いやすいですね。本当にありのままの様子を皆さんにお見せしようと思うので、全然家が片付いていません。なので汚ってね思われちゃうかもしれないんですけど、それは仕方ないかなと思います。で見せちゃいけない新製品の情報とかがねもしかしたらあるかもしれないので、それはね見ないでください。というか隠そう、新製品まだ見せちゃいけないのとかあるのでちょっと待ってくださいね。とりあえずこんな感じの家に住んでいます。とは言ってももうすぐ引っ越しちゃうんですけどね、とっても残念なんですけど、で普段このね三脚を使っています。もうめちゃくちゃ気に入ってる三脚で、緑色なんですよこれ。で僕緑色が好きなので緑色の三脚めちゃくちゃ気に入ってます。ちょっとね今日も多分後で動画撮るのでこの三脚使うと思うんですけど、一回しまっちゃいます。で普段から撮影するので、なのでこういう三脚とかはねなるべく開いて置いておきたいんですけど、三脚って足開くと結構大きいじゃないですか。であと僕照明機材もあるので、それを全部置いちゃうとどんなに広い家でも結構狭く感じちゃうんですよね。だからこまめにこういうのも片付けるようにはしています。どこに置こうかな。じゃあとりあえずここに置きます。はい。で、こちらに機材少しだけ置いてるんですけど、今かなり汚いですなんでかっていうと、いろいろ税金関係の計算とか、あとは仕事の案件とかで撮影機材使ってたのでめちゃくちゃ今汚いです。僕のねだらしないところがね皆さんに見られてしまいました。でこっちにも窓があって、ここはよくね朝リスとか、あとは小さな鳥とかがなんだろうな、何かご飯を食べに来てるんですよ。何食べてるのか分かんないんですけど、で鳥の餌とかね置いてご飯与えたかったんですけど、そういうこともなかなかできなかったので残念だなって思ってます。鳥用の餌置き場とかね作って、でその様子を朝見たりとかしたかったんですけどね、すごい残念です。でここは窓を全部開けることができるので、空気の入れ替えとかもすごいしやすくて、窓すごい大きいんですよ。なんか日本ではねこういう大きな窓ってあんまりないので、なので僕にとってはすごい特別な家でしたね。こんな感じでね、今は窓の外からこう動画撮ってるんですけど、ほら結構いい家でしょ。家賃すごく高いんですよ。でも本当にねできればここにずっと住みたかったな。残念です。だからまた
頑張って鎌倉にね戻ってこれたらいいなって思ってます。もう一個ぐらいねどこかに安いお家とかね借りてもいいのかもしれないんですけどね、要検討です。はい。でこっちの窓の外はねこういう風になっていて、だからね植物とかもね本当はね育てたかったんですよ。でもアメリカから日本に帰ってきて、すぐにねパートナーと別れてしまったので、引っ越さなきゃいけないなってなって、なかなかねそういう庭を整えるっていうことはねできなかったんですよね。残念ですが仕方ないで、今目の前にねここにまた機材があるんですけど、でこれは、機材のコンテンツをね作らなければいけない、機材がたくさんあります。本当に仕事が溜まっちゃってしょうがないんですけど、なんとかするしかないですよね。映学さん助けてください映学って僕の親友の名前です。でこっちがね一番やばいんですよ。本当に大変なことになってます。でここは今段ボールたくさん置いちゃってて、何があるのかっていうとこれも機材なんですよ。で機材の箱とかあとは機材もあります。例えばこういうのね全部機材なんですけど、これまだ開けてない機材でこれから使うものなんですけど、ちょっと置き場所がないのでここに置いてます。もうかなりねもうカオスな状態になっちゃってるので、皆さんにとってはねショッキングな映像かもしれないんですけどね。でここにもねこれは、レンズですね。でこれはこうカメラにねカバーつけてあったかくする。2月にちょっと雪のエリアに撮影しに行きたいのでそのために購入したんですけど、あとこれはキャリーケースですね。カメラ用のキャリーケースです。っていう風にまだ開けてない機材とかたくさんあって、これ総額いくらだろうねって。ここにある機材だけで、多分総額100万円ぐらいいってるんじゃないかなって。もしかしたらもっといってるかもしれないですね。なので今このカオスな場所も整理ができてないだけでちゃんと価値があるものはたくさんあるんですでこれはですねセイルチェアっていう椅子なんですけど、僕が普段編集とかしてる時に座ってる椅子です。これカバーがねちょっと剥がれそうになってますけど、でこの椅子すごい僕気に入ってます。ハーマンミラーって椅子ご存知ですか皆さん。でハーマンミラーって、セイルチェアだけじゃなくてアーロンチェアとかも有名なんですけど、僕アーロンチェアが欲しいんですよ。結構長い間編集とかでね勉強とかしてるのでアーロンチェア欲しいんですけど、でもアーロンチェア結構高いんですよね。多分20万ぐらいするんじゃないかなと思って、だからちょっと今まだ買えてないです。でも仕事ので必要かなと思ってます。ほら江ノ電走ってます。見えますか？ちょっと見えにくいかもしれない。目の前をねこうやって電車が走るんですよ。だから面白い家だなと思います。でこっちね階段登るとちょっとトイレの中丸見えですね。すいませんトイレの中丸見えでした。でここにねカンガルーとかね牛さんとか鳥さんとかねいっぱいいるんですよ。これが僕のトイレです。今トイレットペーパーがね1個しかないので新しいトイレットペーパーも買わなければいけないかもしれません。トイレはこんな感じです。でこっちが2階になっていて、こんな感じですね。で残念ながら今ね冷蔵庫がありません。で生活環境をもう少し整えないといけないなって思うんですけど、冷蔵庫ね買いに行こうとしたんですよ。でも新しいマンション、僕が住む場所に螺旋階段があって、でその螺旋階段を通れるか分かんないんですよ冷蔵庫が。だからちょっと冷蔵庫は一旦保留にしました。ここに僕のジブリグッズがあります。ジブリのグッズを窓際に置いています。可愛いでしょ。でもうね日付が全然
違います。でこれは母親からもらったバラです。でこれね、マッサージグッズでここはね、猫ちゃんたちがねよくね段ボールで遊びたいので段ボール置いてます。というか猫中にいますね。ここに猫ちゃんがいます。これモンチです。モンチくんです。でここに掃除機。このダイソンの掃除機ねめちゃくちゃおすすめなんですよ。お、どうしたキンタが来ましたねモンチも来ました。キンタとモンチですでこっちにベランダがあって、あれちょっと待って、大変なことに気づいた。今日僕タオル干してたんですよ。ここにタオルがなくなってる。どうしよう。ここにタオルがあったんだけど、ちょっと待って。あった見える。ここにタオル引っかかっちゃってる。どうしよう。いや実は僕タオル1枚しか持ってないんですよ。参ったな。そのパートナーと引っ越す時にタオルとか分けたんですけど、タオル1枚しかないから、あれちょっとなんとか救出しないと、お風呂に入れない。いやよかった。今これ動画撮ってないと気づかなかったよ。どうしようかな。ちょっと待ってください。タオルを救出しようと思います。じゃあちょっとここにカメラ置くのでちょっと待っててください。どうやって撮ろうかな。何か道具がねもうないんですよね。何にも家にないのでどうしようかな。困ったな本当に。いやかなりまさかな展開でしたね。取れるかな。これ壊れないといいけど。いけるかな。ここ怖いな。危ななんとか救出しました。2階から落ちたら普通に骨折すると思うので危なかったです。よかった。このタオルなくなっちゃったら大変だったよ。すいません。お見苦しいところをねお見せしたかもしれないんですけど、タオルなんとか回収できました。でこっちにね今布団敷いてます。でこれベッドかなって思うと思うんですけど、実はちょっと待って汚い動画撮る前にねちゃんとね布団畳んだりするべきなんだけど全然やってないので汚いですね。すいません。ベッドはあるんですけど、ベッドフレームしかなくて、これ全部下すのこなんですよ。これでその上にとりあえず布団だけ敷いて今寝てます。で布団はね昨日買ってきました。なのですごい硬くて痛いんですよ。実際寝てみるとこんな感じで寝れるんですけど、こういう感じででもこれ
まずこのベッドがダブルサイズなんですけど、この布団シングルサイズなんですよね。だからまずそもそもサイズが合ってないのと、あと布団を敷いても硬すぎてすごい体が痛いです。だから本当はね、マットレスとか買ってそこで寝たいんですけど、ちょっとね最近引っ越しの初期費用が75万円ぐらいかかったんですよね。でちょっと先月買ったものが18万8000円で、他にもいろいろ買ってるので1月だけで100万円以上使っちゃってるので、あんまり一気にこう家具を買う余裕がなかったんですよ。だからなかなか買う勇気が出なかったんですけど、でも、ちゃんと買わなきゃいけないかなと思ってます。で今ここにね猫の爪が落ちてます。さっきね猫の爪切ってたんですよ。ということでこちらが今僕の布団です。一応ねベッドフレームはあるけどベッドはないっていう感じですね。でこちらがね洋服をかけるコーナーなんですけど、今タオルをかけてます。これはハンドタオルみたいな感じで、こっちがバスタオルですね。でここにはね服があります。ほとんどもらったもので、アメリカに行った時にフォロワーの皆さんが服を送ってくれたりしたので、それをここにかけています。でこれは、ブランドアンバサダーしている会社の服ですね。でここには勉強している本ですねがあります。皆さんから送ってもらった本もあるので、それを時間がある時とかに読んだりしています。で金太さんねすごいくつろいでます。金太くつろいでますね。元気ですか？もう本当にね金太はね変な体勢でいつもいるんですよ。モンチはねこういう感じなんですけど、金太はねいつもくつろいでるような体勢で座ってます。でこっちにね今ゴミがあって、ゴミ箱もね今ないのでゴミ箱も買わないといけないですね。一応炊飯器はあるんですけど、電子レンジとかオーブンはないです。でここがキッチンで、これ換気扇で、ちょっとね今日少しご飯食べたので洗い物してないのでキッチンの中はね見せられないんですけど、でもこんな感じで、冷蔵庫も何もないっていう感じですね。でこっちがお風呂場ですね。でここにもともと洗濯機があったんですけど今はなくて、でここがお風呂場です。でここでね毎日お風呂入ってます。で僕ねお風呂めっちゃ好きなんですよ。皆さん知ってますよね、僕が温泉好きだっていうことも。で、お風呂好きなんですけど新しい家がお風呂ないんですよ。だからねめちゃくちゃ悲しいんですけど、シャワーしかついてなくて、でも何か諦めないとすぐに引っ越す場所を見つけられなかったんですよね。だから仕方ないかなと思っています。で、紹介するのってこんな感じなんですけど、広さは日本の家にしては広い方かなと思います。で上はロフトになっていて、また上にも撮影機材とかを置いています。めちゃくちゃいっぱいあるので、ちょっとこれもねかなりカオスな状態です。だから僕収納スペースがたくさんある家に住みたくて、で新しい家にも一応ロフトはついています。で僕カーテンつけてなくて、ここカーテンないんですよ。だからここはブラインドになってて、これを下げたりとか、あとはこういう風に上げてブラインド上げると、こんな感じなので結構日当たりがいい家なんじゃないかなって思います。すごいね僕窓好きなんで、窓が大きい家に住みたくて、で窓が大きかったっていうのもこの家を選んだ理由の一つかなと思っています。風が強かったので髪の毛が変ななっちゃいましたね。でこの窓から鳥がたくさん見えるので、それがすごいね僕にとっては幸せだったんですけど、新しい家から鳥はまず間違いなく見えないので、すごい悲しいですね。
まあ仕方ないですよね。もっと頑張って鎌倉にね、もう一つ小さなアパートでも借りることができたらいいなって思います。さて、まあこんな感じですかね。で、ここに小さい窓があって、このねベッドフレームのところにね、でこれ猫のトイレです。こんな感じです。これが僕の住んでる家です。どうですか？普通の家でしたか？日本の家にしてはあんまり普通の家ではないと思うんですけど、僕はね結構この家好きなんですよ。だからねすごい残念です。まあ何回も言ってる気がしますけどね。まあでも新しい家でもね頑張っていきたいと思います。でなるべく早く新しい家具ね、例えばマットレスとかベッドフレームも買わなきゃいけないし、冷蔵庫、洗濯機を買ってちゃんとね健康的に過ごせるようにしたいなと思います。今冷蔵庫ないので、こういう飲み物とかもね冷蔵庫に入れないで机の上とかに置いて飲んでるのでなのでなんかそれもね嫌だなって思うし、早めにいろいろ家具買おうと思います。あんまり面白いルームツアーではねなかったかもしれないんですけど、僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。次もね家の中の何か物とかね見せてあげたりとかいろいろできたらいいなって思うので、どんな動画見たいかぜひ教えてください。残り鎌倉での生活は少ないんですけど、皆さんが見たいこととかがあったらコメントに書いてくれたら嬉しいです。今回の動画も見てくれて本当にありがとうございます。ではまた次のビデオでお会いしましょう。ではまた。